どうも皆さんおはこんばんにちは、おっとじゃです。アリジェです。おついちと申します。3人おります。ダークソウル3 3だけにかも知れない。いや、そんなことないです。はい、始まりましたダークソウルス3。ですね、ブラッドボーンね、プレイしましたね、やりましたね我々ね、3人で。そうですね。とても大変でした。とても大変でしたと。ても大変でした。なので、はい。今回は特別ルールがはい。何回もこう死んでいく様を僕らは眺めると。ああ、いいですね、それね。性格悪いね。うちらはヤジ。で、一応ダークソウル口だけ出すと。嫌なやつじゃないシリーズだと俺2をね、うん実況したんですけど、したのしてないよね。してないでしょ。した2ないよ話分ぐらい。俺サムネ作った覚えないもん。記憶ないな俺も。いやね、なんかちょっと面白いね、こう死んだら終わりなんてこうスタートで意気込みを出しといて、うん。チュートリアルで死ぬっていう。しかも敵にやられたわけじゃないからそうそう。そう普通になんつうのこう落っこちて死んだらじゃそうもう落下死してしまったんですよね。行きは良かったのに帰りでもう落ちて死ぬっていうね。でもこのダークソウルズ3面白いって言われてるので、ちょっとね、また同じように死んだら終わりだと速攻で終わってしまう可能性があるので、はいそうでしょうね。はい、今回新しいルールは、はい私が死んだらはい。次交代する2人にあ誰？好きな方順番はお好きなのでもアニジャじゃない？アニジャは最後おついさんみたいなをローテーションしていく。死んだ時点でキャラクターが入れ替わる、そのちゃんとセーブデータを切り替えて、はいはいアンジャのキャラクター、おついさんのキャラクターってはいいう感じで、誰が一番最初にゴールするかっていうのもね、ちょっと大人が死んだ後に僕らほら崖から飛び降りてすぐこう自分何をしたいんだよそれ。ルールを理解してないだろそれ。まあまあちょっとキャラクター作るのに時間かかってしまうので、はい最初あとオフラインでやっていきますんでね、はいそうなると、オンライン上での協力プレイができないのと侵入はされない、かつ、あと地面にそのメッセージが出ないので、はい。まあ難易度があ、いつものヒントがね。うんはいはいね、罠だったりほら隠しと嘘メッセージばっかりだから。そんなことないけどね。はいじゃあニューゲームでやっていきたいと思います。もう新しいダークソウルプレイヤーを陥れるメッセージばかりですよ。操作ねって違うね。操作ねって。そこはロスビック。火を継いだ牧の王たちの故郷が流れ着く場所さね。薪の王なのこれ。薪でしょ。モッキーじゃない、だから巡礼者たちは北に向かい、そして予言の意味を知るのもうすでに人じゃないもん。あでも形が。一応人なんですよね、巡礼者たちです。こんなでっかい城作るの無理だよ。岩影王たちに玉座なし。みんな鍛えていくと。何この亀。なんか背中に背負ってるんですよね。のこの甲こ羅だね、完全にね。ねのこのこえ。いやそんなん蹴ったらこの甲羅が飛んできたらないから。ひびが絶えるとき、鐘が響き渡り、古い牧の王たちが次より呼び起こされるだろなんかいる。う。神の聖者、エルドリン。ぐちょぐちょしてる。何これ。うわやばいね。ー深いの森だ。ワランの不死体、深淵の感謝たすんごい立ち上がってるけどなんか。強そうだよ。ち。綺麗だなぁ。そして罪の都の孤独なでかくない？でかくね。王。やばくね？やばくね。やばくね？でかすぎじゃね。巨人のよう。は顔が見えない。相変わらずデザインだけはすげえデザインしてくるな。早すぎたんだ。何と戦うつもりなのこれ。短い夢だったぜ。けれどね、きっと王たちは玉座を捨てるだろう。
そして火のなき灰たちがやってくる。名もなく薪にもなれぬ呪われた不死。けれどだからこそ愛は残る意味を求めるのさね。いいゲームでした。はい、お疲れ様です。お疲れ様でしたはい。いやー素晴らしい。いやー、いい綺麗だねナレーションでしたね。いやー綺麗だったいね。やー素晴らしい。全然わからなかったんだけどね、意味が。まあ要はダークソウル T はもう毎回思うけど、オープニングはままあやっていくと分かあ、ることちょっとしたこうが多いからね。アーティスティックな何かっていうイメージなんだけど。一応世界観は一緒みたいだからね。一緒みたいですね。属性としてつながってるっていう。じゃあ名前はい。あったじゃん。うん。はい。ちなみにこれは PC 版ですね。これパソコン版です。はいなので Xbox コントローラーでプレイしております。はーい。まあこの中でちょっと私最年少なので若輩者が。何この言われよ。バカ者。はい。でまあ年頃、決めるのと、はい。これね今回結構職業が増えてるみたいなのであ本当だ一つずつ見ていきましょうか。はい騎士がありましてでレベルもスタートレベルあ、ダークソウルシリーズ違うんだね。おなじみの違いますいや、のでみんなそうでしょ、これ。出たレベル最初から違うじゃん、あいつら。出た出た。まあちょっとせせっかくですからね被らないようにやっていきたいなと、はいスタートは。はい。で、まあ、迷うところなんですけど多分私の金なのではい。基本的戦士にね。がいいんじゃないかなと、ええまあじゃあ私は戦士選ぶので2人がキャラクター作った後自分のキャラクターの何ができるかっていうのは覚えておいてくださいね。戦士。伝令とかこれ、伝令そうとかも伝令は面白いですよ。槍が使えてかつ奇跡で小回復できると。へえ。ちょっとだから戦いもできるけど回復もできると食らったら。はあはあはあははい。まあでもアニジャだったらこれ魔術師とかあ聖職者とかありますんでね。はあすでにアニジャのキャラっぽいような顔してますけどねこれね。デフォキャラみたいになってあ。る。確かに。まあアニジャでも持たざるものっていう。まあこれは俺かな。細っ。大丈夫なの？一応持たざるものでも盾持ってんじゃん。盾持ってますよ。木の盾。木の盾ねコンボ。木の盾のクオリティがアップしてんな。コンボリティアップしてこれズームもできコる。ンボもアップしてんな。本当に大丈夫なのって。ただまあレベル1だからレベル最初自分の好きなように割り振れると。持たざるもの体毛ないね。大変もない。そうね。まあツルツルだね。脱毛した後みたいになってるね。うんそれはね今からちょっと変えられるので私は戦士にしてうん。で死んだら交代になってしまうわけでしょ。はい。はいなるべく自分プレイしたいわけじゃん、進めたいから、生命の指輪をちょっとつけていこうかなと、じゃあ、音で君は生命の指輪をついてもらう。うん、なるほどねで他の人たちには違うのいっぱいあるんでそれは。はい。で顔つきこれちょっとイケメンすぎない？イケメンだ平民顔だって。平民顔平民じゃねえよ。ああ。お世の中の平民を舐めてるよね、この人。そんなことはないけどアストラだってなんかああ、やさ男だね。やさ男だねアストラダムスそれノストラだね。留学院。留学院誰？ああ、諸生。いやまあちょっとね勉学がはい。カリムの坊主顔って何？それで要は髪の毛なくせ。せばいいってことでしょ。そういうことうん。肩あ、陽気だね。陽気だね。いいねうわ。ーちょっと俺てん肩ヘビ。ああ、蛇の偉人顔。細いね、顔。でも確かにこう顔がそうですね。ヘビっぽいですね。トカゲみたいな目とか。爬虫類な顔して。どうした見えるのかその目で。いそうって書いてあるもんね。ロンドール。うわ、思想出てますね、確かにね。思想出てますね思想出てますわ、これ。いそうだな。これもはやないんじゃないのこれ。死んだ後だね、これもう。ビフォーアフターだね。いつか迎えが来るのだとか冷たい谷からとか。ちょっと陽気なので。君もう大沼の位相しかないじゃない。なんでだよ。大沼。何も見えてないだろ。大沼くんでいいんじゃないのか、もう。しょうがないな。大沼ルートですか俺は。大沼くんだ。体格はちょっとねマッチョマンで選手ですからね。大沼くんマッチョだな。大沼くんマッチョになってるよ。で声はテスト再生。その辺じゃない。まあそうだね。年に合った声。体毛量って何？へえ。体毛量ってうわ、何？筋肉ムキムキだ。筋肉ムキムキだ。すごいよ。
体毛量大沼ボディービルダーだったシックスポケットじゃん。うわー、体毛来たな濃いな、いきなり。足もすごいなあ背中にまで来てるんだ。あ、背中も来てます標準が濃いね。かしかねえのかよ。そう極端すぎんだろ、このゲじゃあーム。まあちょっと体毛濃そうですからちょっと。しかも標準がないからね。ないからね。ええ大沼くんな。もう今直感的にこの色いいなってちょっといい感じに焦げてる。あなたいつも褐色濃い顔好きよ好きね。ですね。顔つき似た顔。ああ、なるほどね。今これだとなんかだいぶあ全部同じにだよね。まあ似た顔。まあ似た顔だからね。あいいね。まあ大いいね沼くんのお父さんかおじいちゃんかそういう感じになってるのかな。ちょっと若くして、うんあなんかだいぶあら？引き締まって目がちょっとそれ見えてないでしょそれ。あれなんかあれなんか急にトム・クルーズになってるこれトム・クルーズになったよこれやめろよ。トム・クルーズだ俺これで顔赤くねえから飛ぶ。トム・クルーズだったこの完全にいや、確かにすそうだごいけど、な。デコから鼻にかけてがまっすぐすぎんだろ。かなりだね。全国のトム・クルーズファン俺は敵に回したかもしれない今ちょっあいや、もう速攻で回したよ。大沼トムだねと。大沼トム大です、沼トム。髪の毛の色が髪型をちょっといやちょっとあ中二病っぽい顔になってきたな。いいですねいいですよちょっと外見保存しとこうかなでーはい。あれ？あれ？ただの赤ら顔のおっさんやな。ねえ。ほとんど見えないんだけど赤、まああなたのテーマカラーだからいいんじゃないのか。いいですかじゃあこれでいきますはい。有限結局何を食料にしたんだい？選手です選手なのでまあ筋力が高いのでそれを生かして攻撃力高めなんでね武器による始まった。どうやって始まるんだろうね今回ちっちゃいお墓の人かわいそうだね。これもう埋まっちゃってんね、半分ぐらい。確かにちょっとお墓ないがしろにされすぎだよねこれは俺かお？地獄の底から帰ってきたぜもう確かにそうなるわな。どう灰の墓所。パソコン版だと60フレーム出ると赤いですね。赤いですね若いですね。ね。ちょっと出てきた穴動作はどこだったんだっていう。ね。ここから出てきたんでしょ多分これ次からなんか一人だけなんかまっとうな墓だな。ね、なんでだよいいじゃないかでまあねちょっと操作確認含めてやっているのここら辺は私は分かりますねちょっと先すみませんどうぞごめんなさいあ、いるよ。いますよなんかはいあれあれ？まあざっとこんなもんですよ墓から出てあんなに活発に動けるもんなの。いやもう墓の中で常にこう体を動かしてましたからねなんか落ちてますなそうだ。捨てられた遺体の層まああれですね使うと右下のいつも層が通りですなもらえるとダッシュ B ボタンでダッシュでいつも通りですね LB でガードとかはいはいハリーもあるはいはい。ああ痛い早速。いやここで死んだらここで死んだら傷お、エストの配便。でどうやらその一番左上にさ赤色の体力ゲージ、はい下に青いゲージがあるでしょ青いゲージありますね。 FP ポイントという F ポイントうん。何ポイントっていうんだろうね FP っていうやつなんですけど、はい。いろいろ魔法以外にも戦技とか、うん特殊な近距離攻撃技例えばこれだとどうだったかなこれおう、なんだこれ。反省中ですよ、彼。完成中だね今のでこう一時的に攻撃力が上がっているへー。あ、と反省あひどい。いいですねいいですよー、反省してたのに。それ何体もいるあちょっと待ってお、やれ、させ、ちょっと待ってほちょっと強いっすね。強っ。おのちょっとずるくないですか。まあ戦士ですからねうん体力半分切ったよ。あちょあ、やばいあおおこれもしかしてもう終わり？
もう終わり。あ、じゃあウォーミングアップを。ダークソウル3もう終わり？パリが決まりましたね。やるね。オッケーオッケーオッケー。ここら辺はチュートリアルなんでお二人プレイするときは。あなたチュートリアルでもうなんか半分来とるやないか。もう大丈夫か？大丈夫大丈夫大丈早くしねよ。夫。本音が出たぞ。あ、右からスッて言ってもいいんだろ、右に。右にスッこのゲーム普通に落ちちゃうからね。スーッてこう死んじゃうから。でも綺麗ですね。綺麗だね。すごい綺麗。どこなのここ。まあ山の山脈の頂みたいな。やっばくない？わあ、すげえ。ああ、綺麗だな。顔赤。いつも通りですね。ダークソウルだとね、かがり火。かがり火。ともす。ボンフィレリと。ドゥン回復します。はい。はい。もうちょっといろいろいけるところあるんで。さあ来いや。大丈夫なのこの人。早速さあ来いやって言いながらブシュッ。まあパリね、まあ難しいから練習しなね。いとね、ほんとタイミング合わないとね。痛い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 。まあざっとこんなもんですよ。相変わらず俺死んだ後は糸切れたような感じで。俺絶対おとりが1回はもう落ちると思うわ。落ちる？ああ、落ちると思うわ。はっつって。だってもう落とすためにあるもんこの道絶対。ねそうだね。もう奥のやつとかはもう完全にそうじゃん。完全に落としに来てるもん、ねこいつ。ああ、でも、ああ、すごいよくできてんな。ね。うん。よし、火炎壺大事ですからね、おーいいこのゲーム。ですね。強いですからね。なんか座ってたんじゃろ。あれから奪い取ったってこと？そうそう、もう鍛えた人だね、ああ、これね。鍛えてるね。もうなんかその右あたりにこう実はなんかあるんじゃないの？下にこう行くルートみたいな。絶対にね。絶対に。絶対に。で、結局かがり火に触ると全部リセットされてしまうのでね、はい雑魚敵がもう一度スポーンすると、まあ試しに。そこで永遠にこうレベル上げられるじゃん。確かにね。でも結局レベル上げるのほら、アンジャ覚えてる？そのダークソウル2とかはレベル上げる人に話しかけないとレベル上げできなかったんですよ。あ、そうなんだ。うん。あ、ダークソウル2はそうでもなかったか。これちょっと盾あるん2だね。はその場で震えたと。おい、はい。素晴らしい。川みたいなやつしかないのにこうあんなに血がブシブシ出るなんて。ダッシュ中に左スティック押し込みでジャンプ。まあね、ダークソウル2ではその設定をはい。間違えてはい。落ちたよね。ああ、そういうことにしとくか。ゲットはオッケやってないでしょあなた。何言ってんの？おついさん？ー。え？あ、何そのダークソウル2をやっていないってこと死んだからね。夢の中での話だって。そうだね。はよし。あ。あ、まあなんかいるぞ。ああ、くにょくにょくにょってなった体が今。第一関門ですね。は？あ早くね？なんか刺さってんじゃん。剣を引き抜く。引き抜きます。なんか後ろやばい後ろなんかタタリがくっついてるよね。タタリだ、タタリあれ。たたり神いるよ背中。は ?What？何してんのそれ。減ってる、すげえ減ってんじゃん。愛の審判者汚くねこいつ軍団絶対やってただろここまで。ドワウいや、まあまあまあ。まあ僕らもね音じゃくんは別にほらやつらも少しやっててすげえ怖い。でかいよな、本当に。あんな非人間族みたいなの叩かなきゃいけない。パリミスってる。いやいや、ミスってる。ダメージダメージ食らってる。なあ、ダメだ。パリできんかあんなやりよ。うちらこれ大丈夫か？第一話でこの人倒せるのか？あ、放ったりしようかな俺。その方がずっとこにしてたよ。まあそれもありだと思うよ、普通に。うわ、なんで得意な敵、不得意な敵がいるからパスにね。動いてるじあおおおお、何それ？ゃん。いきなりラスボスじゃない。これもう終わってない。これクリアしたら終わりでしょ。あ、やばい。おお。よし、ひるんでるひるんでる。マジ今やねでたたり神状態じゃん。お小主様やんこうわ、やばい。れ。さああついてるー、う顔。わ、やばい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 。
マトリックスみたいになってるよこれ。やばいやばいマシーンズだよマシーンズ。ほいほい。なんかちょっと普通にクリアしそうでちょっと。気を抜いたらしいや気抜いたら軍団進化を見せろ。気合い入れろ軍団。避ければ避ける。無敵技使い。やれ印刷。今だ。ああ空振りしてる。これしちゃう。当たらんぞこれ。当たってない当たってない。そこじゃ神を使え。あ吸い込まれた。倒した。ラスオーケープンファイアレスタートなんて書いてある。ほまあざっとこんなもんですよね。お二人には頑張っていただきたいなというところ。信じられないみたいな顔してなんか汚いっすよね。これ絶対ここ何回もやり込んでる。だからそんなね絶対何回もやり込んでる動きですよね。いやも何の驚きもなく戦ってましたもんね。汚いとしか言いようがない。まあでもあそこで死んじゃうとまた俺らの番回ってくるのもまあどうなんだって話だからそうね。ですね。ね別にだってこのまま死なずにクリアしてもらえれば僕らはだって話してるだけで終わるだけだから。確かにね。えそれでいいんじゃないかな。だから死なないで。じゃあ第2関門行きましょうか。死なないで。ね、その武器によっては必要なステータスが決まっておりますので、かっこいい武器があってもちゃんとレベルアップしてステータス揃えないとその武器の最大能力が出せないと。相変わらずですね。技能重視とかね、そうですね技能特とか筋力特とかとかね。おお。眠りしてただけだろ。左側がなんか燃え始めてるの何なんだ。これねエンドに体今燃えてるでしょ。がボスとかじゃあ新しいかがり火なのかな、その残り火っていうのを使ったりすると、体力をちょっと多めにすることができるんですよ。少し増えてる。で死ぬとなくなる。なのでねボーナスみたいなもんだ。そう結構まあ今までほら肉体を失うみたいなのの代わりかな。そうだね。あそこにいる。あそこいるね。普通の普通にその辺でもうみんななんかこなんか悩んでる。う悩んでんの。もう諦めちゃった人たちだからな。通勤時間の長さに悩んでんだよ。ボタンが残り火今拾ったのがそうで、やられた後あれ使えばまたこの残り火状態になれる。啓蒙的なやつか。じゃあそう敵いますね。いますね。ここにも残り火。ワンちゃんみたいな。ゆっくり近づけ。よし吹っ飛んでったぞ。いや選手強いですな、当たりがあってね。まあ序盤はやっぱ脳筋強いよね。脳筋ってまあそうなんだけどさあじゃあ多分おついさんは技量系で行くんだったら、あの敵は倒しとく方がいいかもしれませんな。こいつね持っているのは抜刀ですね。刀やで。刀なんてお前戦場で役に立つわけないだろう。すぐボロボロになっちゃうよ。まあね。いやすごい減ってる。強いこいつ。すごい減ってる。よっしゃだが死んじゃう。これダメなんじゃねえか。大丈夫なのこれ。瓶ねえし。瓶ないね。瓶補充しなかったのかな。あの構えをしてるときは切り込みできるのがやる気満々だねあれね。鉄壁だよ。死んだぞおい。言うて。おサクッと死んでるじゃんこれ。死にましたけどこれどうするんですか。終了だったらもうなんか今終わりですよこれ。本当だね。まあ時間的にはちょうどいい時間でちょうどいい時間。じゃあ次回は忍者スタートということでまあサクッと全て魔法の力で解決ですよこれ。そうね、ちょっと違うプレイスタイルをそうだね。ね見せていたまあだきたいみんなが三者三様違うスタイルでやった方が面白いんじゃないかな。ちょっとねはい頑張っていただきたいなと思います。ということで次回をお楽しみに。ほんじゃまたなー。またなー。またねー。